さて人気オープンワールドクラフト RPG の続編がディアブロ系ランダム装備システムを採用したということで、このゲームは買いなのか、今回はクラッシュランズ2の紹介を行います。こちらストーリーを進めつつひたすら拠点あるいは道具や装備を作りまくる RPG です。一作目のゲーム性をそのままにグラフィックス面を拡充し先月発売されました。特徴はいくつかあり、まずとにかくそこらのものを何でも破壊しまくれます。サバイバル系ゲームで素材を集めまくりたい人にはうってつけの作品です。そしてなんと無限に溜め込めます。素材でインベントリーがいっぱいになり、これ以上拾えないから自分の基地に戻りスタッシュに放り込むという手間は発生しません。どこまでも突き進み、思う存分素材が回収できます。他にもこの手のゲームでよくありそうな喉の渇きや空腹の概念はありません。サバイバル要素に関しては Steam ページでも一切謳っていません。むしろその煩わしさをなるべくなくし、膨大な生産とクラフトに集中できるようにすることを念頭にこの作品は作られています。過酷なサバイバル環境で煩わしさを楽しみたいとか、膨大なアイテムをどこにどう放り込むか、スタッシュを整理したいという要望を満たすゲーム性ではありません。次に先日大型アップデートバージョン 1.1 が入り、そこでなんとクラフトによるランダムステータス付与機能が追加されました。運が良いとレアリティが高まり、固有能力のついたレジェンダリーになることもあります。ディアブロライクのギャンブルと同じイメージです。このゲームはお金の代わりに素材を用います。これは1作目がそういうシステムでしたが、2作目は採用していませんでした。しかし発売後、要望の声が多かったということで、わずか1ヶ月で組み込まれました。素材をとにかく集めまくることがより強力な装備作戦につながるゲーム性になりました。ちなみにこのランダムステータスはアーマーのみです。武器やツールなどにはつきません。あとはセット効果もあります。2V あるいは 4V 属性を揃えるとより効果的になります。次に作った装備は戦闘に活かすわけですが、このゲームの戦闘は結構癖があります。攻撃が発動するまで一定時間ボタンを押しっぱなしにして貯める必要があります。そして貯めつつどの方向を狙うかエイムできます。これは攻撃以外も一緒です。道具で何か物を破壊する時も貯めが必要です。そして敵も一緒です。どの方向に突撃してくるか地面に表示されます。よってこちらはその突撃先に先回りし貯めて、突っ込んできたらボコボコ投げるを繰り返します。慣れてくると軽快に倒せます。ただ突っ込んでこない攻撃を行う敵もいて、そいつには結構苦戦します。序盤のこちらの武器は近寄らないと敵を殴れないため、範囲外でなかなか倒せない時間が発生します。敵も素材をジャラジャラドロップしますが、時間がかかりそうな場合は無視するのもありです。姿を消せるステルス用のガジェットも用意されています。またマップは相当広く、拠点はあらゆるところに作れます。街内部とか重要な場所には作れません。水の上に橋を作って渡るというのは頻繁に行います。それがてら近くに家を作ったりといくらでも寄り道が可能です。なんせ素材は無限に持てますから、材料をメインの拠点に取りに行かなくてはならないみたいな煩わしいことなしで作れます。マップ探索は素材集めやクエストを進めるほか、キャラ強化用のアイテムやクラフト用レシピが見つかります。あとは拠点に呼び込んだ仲間がレシピを増やしてくれます。その仲間はよくある研究機能を兼ねています。時間をかけて次のレシピを開発してもらい、その間プレイヤーは素材集めに集中できます。序盤は次から次へと作れるものが増えるため、それだけ面白さを得られます。合わせて各所にある街の NPC からはサブクエストもどんどん発生し、やれることが膨大に増えていきます。装備集めを兼ね、とことん生産と拠点作成を行える新たなオープンワールドクラフトゲーを遊んでみたい方には特に刺さる作品です。そしてこちらクラッシュランズ2の発売日は2025年4月11日となっており、Steam での価格は2800円です。他にも Android と iOS 版もあり、そちらは1200円です。なぜモバイル版は安いのか、開発の人は3つの理由を挙げています。まず PC 版をメインにし、外出先とかでも遊んでもらうため、モバイル版は安く設定しているとのことです。アカウント作成により、両者のセーブデータを共通して遊べます。あとはモバイル市場では安くせざるを得ないようです。そして PC 版に対しモバイル版は操作面や画質、フレームレートなど制限が入るためという理由からだそうです。それでも PC で安く遊びたい場合は Android エミュレーターを使う方法があります。
それと2025年中に Google Play の全てのゲームが Windows でも遊べるようになると以前発表がありました。それにより Google 公式のエミュレーターでも遊べる日は来るかとは思います。とはいえ品質はすごい高い作品なので2800円の価値は十二分にあります。現在までに非常に好評1400件ほどとなっています。気になる方はお好きなプラットフォームで遊んでみてはいかがでしょうか。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。クラッシュランズ2。難易度いくつかありますが、アドベンチャーモードでいいかな。一番下が新たに追加されたっぽいですね。今回のアップデートで。さあ始まった。案の定どこから墜落したんですかね。まずは移動する。WSD。お、移動がなんだこれ。めちゃめちゃ跳ねますね。またはライトクリック。これでも移動できるんだ。移動するだけで回収できますね。そこらのものは。ジュークアビリティで飛び越える。スペースかな？スペースですね。どんどん回収するね。楽ちんだ、回収が。なんかあるぞ。お、何もない。今のところは。クラフト。なんか作れんのかな？泥の跡をどれが辿る？泥の跡ね。これかな？動いてるよ。大丈夫。これは怪しい。刈り取れる道具が必要だ。道具ね。どこにあるんだ？これいけない。こっちはどうだ？いけそうだね。誰がいるけど？グラール。この家をどうやら壊してしまったようだね。墜落して。レシピ。レイチェーテ。プラントチョッパー。クラフトメニューを開く。これかな？レイチェーテ。早速作れそうだね。植物を切断できる。クラフトしてみるか。組み立て。あれ？連打すんのこれ。やったー。クエストをチェックする。現在のクエスト。ジュークボックスを助けると。わかった。いいで使えんのかな？ちょっと移動しよう。これ破壊できんの？できそうだね。マウスクリックで壊せる。さらに左下。なんか使えそうなアイテムが出ましたね。ちょっと破壊するか。今助ける。やったー。新しいインサイトを見つけた。インサイト。普通のフローリング。調査する。完了した。これは作れになった？自衛。なんだこりゃ。ダガーか。装備品っぽいね。鬼畜ってなんだ？セット効果か。4種まであるようだね。これ作れんの？クラフトかな？インサイトは？これまず調査するのか。これで作れになるのかな。終了。どんどんなんか増えてきますね。調べられるものが。軒並み調査していいのこれ。時間かかるんだね。調査中は。この間違うことはできるのかな？まずはこれをクラフトできる？材料が足りない。トラッキングは可能なんだ。これもトラッキングしてみようか。いや、トラッキングが一つまでだね。この人に調べてもらってんのかな今ね。あと床が作れる。クラフト。一回押したら材料は足りない。作ったのかな？スペースレンチ。B。これで建築モード。ここに床を作れます。こんな感じで。できた。何かなこれは。レシピ。ポップオールの壁。壁を作れた。マップを見る。これがマップか。こっちに行けって言われてんのかな。これはなんだ？端の出発地点かな。テレポートできる。ファーストトラベルか。壁を作るには、ポップオール作れる。クラフト。この下のこれなんだろうね。で、B で建築。構造体。なんか足りない？何足りないんだ？これ何なんだこれ。こうやるんだ。なるほど。これ壁なの？壁というかなんか、低い何かだよね。できた。なんと壁になってましたね。これなんだこれ。ホットバー。回復アイテム？敵みたいにいるけど。やってみるか。危ない。なんだ。食らった。やばい。これ強いぞ。勝てないんじゃないのこれ。現状だよ。X で使える。食べてみた。ライフは左上かな？
どっちないの？あ、スペースどっちだ？これやりそうだね。時間かかるけど。さあ、倒した。倒したけれど、素材入したくらいかな？これはなんだ？おー、スペースウォックパン。フライパン？生き物を殴ってスタンさせる。これ実は強い。あ、ひよったね。なんだ？うわー！爆発した。おう。なんだこれ。うわー、何吹いてるんだ。ここにアイテムが保管されている。ここに戻るんだ。あったあったあった。なんでんだこれ。回収中。おー、回収。こっち行きませんね。なんかいるぞ。なんかもらった。うわー、レシピ。ポップコルクドッグ。水の上歩けるようになる。これが必要だな。あ、これやってるっぽいね。これで OK だ。さあ、さらに。うわー、ポップブーツ。おー、インビジブルーム、ガジェット。ステルスになるのかな？さらにセット効果もあるね。触ってみよう。起動中。おお、テレポーターである。これで戻れるんだ。どれから作るか。ポップブーツ。組み立て。おお、あしらいのポップブーツ。あ、耐久がちょっと増えた。まあ、これが今ランダム性能がついたっぽいですね。たまにレジェンダリーになるっぽいです。運がいいと。安らぎってなんだ？現在のこの家の状況かな？まずは、これに作れって言われましたね。ステルス。見つかってない状態で使えるっぽいね、ステルスは。あ、これで見た目の切り替えできるんだね。これどうだ？できた？やったー。屋根は作ってないんだけど。いいのかな？さあ、これで、クラフト。おー、組み立て。うわー。だが、武器なのかな？ 9 で使えんの？ほら。強い。やはりダメージ与えますね、たくさん。これ戦える。おー。あ、これがアップグレード要素なのかな？さっき落ちていた宝石。これを注ぐことでね、どんどん強くなれそうだね。とりあえず物体を壊すのがね、すごい心地よいから、ブニブニしていて。もういくらでも壊しちゃいますね。しかもインベントリを気にする必要がないという、おまけ付き。やったー！ジュースジェム。ここから、インフィニティスーツ、注入。ヒットポイントが増える感じか？おー！ジュース注入完了！力を感じる。ここまで行くとなんかありそうだね。サーボバッテリー。そうか、ワークベンチは自分で持ってった方がいいんだね。そうしないといつまで経ってもね、戻る必要がある。毎回。こうやって配置して、これ作れると。一緒においでよ。一緒に連れてくるとどうなんのこれ。さあ、連れてきた。さらにいろいろアンロックされてますね。次はグローブ。あ、二人に調査が可能になってますね。ここに二人が住むんだ。じゃあ拠点はそのうち、どんどんでかくなっていくのかな。これ作れますね。組み立て、ポップスリーブ。おー。毒性がついた。やった。毒効果。おー。ちょっとレア度が高そうだね。色的に。いや、面白くなってきたよ。現状毒だから。毒で揃えた方がいいんだろうね。毒の杖があったね。これだ。で、この建築モード中は BGM がね、ちょっと違うのがいいね。ラジオでなんか流れてるみたい。あと時間の概念もあんのかな？暗くなってきましたね。あ、右にありますね。今23時だ。これで釣りでもできんの？おなんだこれ？どうするんだ？全部緑が合わさった時かな？ああ。はい。あ、成功した。来た。タイミング押すのこれ。なんか違うゲーム始まった。なんだ。難しい。おら。やったー。そしてアーマー作りましょう。組み立てー。ボリューム満点。回復パワーが高い。
エピック。しまった、同じもの作っちゃいましたね。あ、インベントリないかと思いきや、こっちありましたね。装備品に関しては。貯められますね、きちんと。これ新しいな。なんだ？雷草原。あ、なんか撃った方向に、雷がね、放たれますね。マップはどれくらいあるんだ？あ、こんなに。こんな感じで。むちゃくちゃ広そうだね、これね。現状まだ序盤の真ん中辺なんだ。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。